皆様こんにちは。宇治原実です。世界に誇る日本人の心、副題として日本人こそ聖書の民だったというテーマで皆様とご一緒に考えたいと思います。本日は3月20日土曜日第28回目になります。テーマは東京裁判その16回目、東條英機の証言その2回目です。テーマは英米諸国人に告げる。東條英機の遺言をご紹介いたします。英米諸国人に告げると題して、これは彼が逮捕される前に自宅で作成したものです。一部言葉を現代風に書いています。今や諸君は勝者である。我が国は敗者である。この深刻な事実は私ももとよりこれを認めるにやぶさかではない。しかし諸君の勝利は力による勝利であって正義による勝利ではない。私は今ここに諸君に向かって事実を列挙していく時間はない。我らはただ微力であったために正義を踏みにじられたのであると痛嘆するだけである。いかに戦争は手段を選ばないものであると言っても、原子爆弾を使用して罪のない老若男女数万人もしくは数十万人を一挙に殺戮するようなことをあえて行ったことに対してあまりにも暴虐非道であると言わなければならない。もし諸般の行いを最後に終えることがなければ、世界はさらに第3、第4、第5といった世界戦争を引き起こし、人類が滅亡するまでやむことがないであろう。諸君は深く反省すべきであり、自らを顧みて天地の大道に恥じることのないよう努めよ。東條英機封印された真実、佐藤早苗著講談社です。ここから私の解説です。この度の戦争の勝敗が正義か否かではなく、ただ力の差だけであったと明言しました。これは非常に大切な点です。古代から人間の歴史は力こそ正義であったのです。あらゆる正義が力でねじ伏せられ、勝てば官軍、また歴史は勝者によって都合よく書き換えられてきたと言われる通りです。米国はこの東京裁判から何も学ばなかったのです。ですから同じ過ちを今も繰り返しています。続けて東條は警告します。いくら戦争が手段を選ばないと言っても、原爆というあまりに暴虐非道な手段を使ったことを米国民は猛烈に反省すべきである。さもなくば第3次、第4次、第5次と世界大戦を引き起こすであろう。世界は彼の警告した通りの道に向かっています。国力というものを軍事力や生産能力、また領土の広さや人口数によって測ることには限界があります。むしろその国家の土台となる倫理観、世界観こそ国力を測るバロメーターではないでしょうか。次は昭和23年12月22日夜、死刑執行は12月23日0時です。数時間前に東京巣鴨において懲戒司、つまり立会人の花山信勝氏の前で東條英機が朗読した遺言の適用です。米英はあえて天皇誕生日を選んで処刑しました。戦勝国のあまりのエゴに日本国民はやるせなかったのです。広く東京裁判京成一郎著中央公論新社から引用です。東條英機の遺言部分です。開戦のことを思い起こすと実に断腸の思いがある。今回の処刑は個人的には慰められるところがあるけれども、国内的の自分の責任は死をもって償えるものではない。しかし国際的な犯罪としてはどこまでも無罪を主張する。力の前に屈した。自分としては国内的な責任を負うて満足して刑場に行く。ただ同僚に責任を及ぼしたこと、下級者にまで刑の及びたることは実に残念である。
天皇陛下及び国民に対しては深くお詫びする。日本の軍に従事し、倒れた人及び家族に対しては実に相すまると思っている。この裁判は結局は政治裁判に終わった。勝者の裁判たる性質を脱却せぬ。天皇陛下のご地位及び陛下のご存在は動かすべかざるものである。天皇陛下の形式についてはあえて言わない。存在そのものが必要なのである。東亜の諸民族は今回のことを忘れて将来愛協力すべきものである。東亜民族もまた他の民族と同様の権利を持つべきであって、その有色人たることをむしろ誇りとすべきである。インドの判事には尊敬の念を禁じ得ない。今回の戦争にて東亜民族の生存の権利が了解せられ始めたのであったら幸せである。列国も排他的な考えを排して共栄の心持ちを持って進むべきである。終戦後わずか3年にしてアジア大陸石化、つまり共産化の形成は核のごとくである。もし日本が石化の温床ともならば危険この上でないではないか。米国の指導者は大きな失敗を犯した。日本という石化の防壁を破壊し去ったことである。今や満州は石化の根拠地である。朝鮮を二分したことは東亜の禍根である。日本は米国の指導に基づき武力を全面的に放棄した。それは一応は賢明であると言うべきである。しかし世界が全面的に武装を排除していないのに、一方的に武装をやめることは、泥棒がまだいるのに警察をやめるようなものである。なお、言いたくことは、最近に至るまで戦犯容疑者の逮捕をなしつつある。今や戦後3年を経ておるではないか。新たに戦犯を逮捕するごときは、即時にやめるべきである。戦犯の逮捕は、我々の処刑をもって一段落として放棄すべきである。戦死傷者、抑留者、戦災者の霊は、遺族の申し出があらば、これを靖国神社に合祀せられたし、出生地にある戦死者の墓には保護を与えられたし、したがって遺族の申し出あらば、これを内地に返還せられたし、戦犯者の家族には保護を十分に与えられたし、無差別爆撃や原子爆弾の投下を成したことについて、米国側も大いに考えなければならない。したがって、さようなことをしたことについては、米国側も大いに介護すべきである。ここから私の解説です。この戦争の責任者として、死ぬ間際まで、戦争責任の重さを痛感し、謝罪しています。しかし、国内的には、責任を負って満足して死刑場に向かう天皇陛下、軍人並びにその遺族に対し、深くお詫びをしますと重ねて告白しています。しかし国際的にはどこまでも無罪を主張する。結局のところこの裁判は正義によるものではなく政治裁判でしかなかった。つまり戦勝国の復讐劇であったと語ります。次に天皇のご存在は動かすべかざるものであり、その形式は問わないと言いました。ここに東条の第一の満足がありました。加えて今回の戦争によりアジアの国々の生存権が世界に了解できたことを第二の喜びとしたのです。これは世界が認める事実ですが、日本人には隠されています。連合国が最も隠したかったこと、実はこの点なのです。また武装解除したのは良いが、周囲の国々は軍備を持ったままである。強盗に囲まれて警察を持たないようなことで、とても危険であると警告しています。終戦後わずか3年で、アジアは共産化が急激に進んでいることに憂慮しています。米国は日本というアジア共産化の防壁、つまり防波堤を破壊したことは大きな失敗であった。
朝鮮半島を南北に分割したことは、アジアに悔いを残すと警告しています。実際、その通りになりました。また、語ります。我らの処刑をもって、以後の戦犯の逮捕をやめるように。加えて、戦死傷者の霊は遺族の申し出があれば、靖国神社に合祀していただきたい。戦犯者の遺族には十分な保護を与えてほしい。最後に、無差別爆撃や原子爆弾の投下をした米国は、大いに反省すべしと述べました。今の際まで戦争責任の大きさを悔いました。死をもって償うことに慰めを覚えたのです。あくまで対外的には日本の無罪を主張しました。日本人が戦略国家としての思いを着せられ、誇りを失うことを憂いました。日本をはじめアジア全体の現状と将来を見据えたリーダーとしてふさわしい姿であったと私は思います。本心を貫き、公明正大であろうとした生き様がありありと伝わってきます。これは東条だけではなく、日本国民の生き様でもありました。最も誤解された。しかしそれを弁解することさえ遺族に禁じ、一切の責任を負おうとした姿は、武士としてあっぱれではなかったかと思います。処刑間際に、これだけの溢れる思いを語れる日本人の心意気を、私は誇らしく思うのです。私たちには忘れてはならない。どうしても語り継がなければならないことがあると思います。それは戦争の悲惨さだけではなく、日本人としての誇りではないでしょうか。世界に感動を与えた日本人の素晴らしさは、恥じることのない良心でした。ここで聖書の一節をご紹介いたします。新約聖書の手紙の大部分を記した使徒パウロの弁明です。彼はユダヤ人から不当に訴えられていました。証拠がなかったのです。ローマの総督フェストがこの法廷を開き、ユダヤ人の王アグリッパたちがパウロの弁明を聞きました。アグリッパ王がパウロに、あなたは自分の言い分を申し述べてよろしいと言った。そこでパウロは手を差し伸べて弁明し始めた。アグリッパ王、私はユダヤ人に訴えられているすべてのことについて、今日あなたの前で弁明できることを幸いに存じます。私たちの12部族は、夜も昼も熱心に神に仕えながら、その約束のものを得たいと望んでおります。王よ、私はこの希望のために、ユダヤ人から訴えられているのです。神が死者を蘇らせるということを、あなた方はなぜ信じがたいことをされるのでしょうか。アグリッパ王よ、私は預言者たちやモーセが後に起こるはずだと語ったこと以外は何も話しませんでした。すなわち、キリストは苦しみを受けること、また死者の中から復活によって、この民と異邦人とに最初に光を述べるということです。パウロがこのように弁明していると、ローマの総督フェストが大声で、気が狂っているぞ、パウロ。博学があなたの気を狂わせている。と言った。するとパウロは次のように言った。フェスト閣下、私は気は狂っておりません。私は真面目な真理の言葉を話しています。するとアグリッパ王はパウロに、あなたはわずかな言葉で私をキリスト者にしようとしていると言った。パウロはこう答えた。言葉が少なかろうと多かろうと、私が神に願うことはあなたばかりでなく、今日私の話を聞いている人は皆、この鎖は別として私のようになってくださることです。新約聖書使徒の働き26章。パウロの弁明は歴史的な演説だと世界から高く評価されています。キリスト信仰の本質を解き明かしたのです。彼の態度はあっぱれでした。恥じることなく確信に満ちています。一方彼を訴えた人々は裁判の不正を知っていたので、
心責められ、また激しく動揺したのです。パウロは手を差し伸べ、自信に満ちて、ユダヤの王やローマの総督の前で弁明しました。その光景が目に浮かぶようです。あまりに堂々としているので、たまりかねた総督フェストが、気が狂っているぞ、パウロと遮ろうとしました。パウロはフェストに言いました。私は真面目な真理の言葉を話しています。するとアグリッパ王が言いました。あなたは私をキリスト者にしようとしている。パウロは答えました。私のようになってくださることが私の願いです。パウロの良心に恥じない生き方が世界を動かしたのです。誰が被告か裁判官かわかりません。嘘やごまかしは世界に通用しませんでした。東条英機は東京裁判で歴史的証言をしました。日本の戦争目的が自衛の民やむなく始めたこと、またアジアを欧米植民地支配から解放するためという日本の正当性を確信に満ちて主張しました。裁判官並びに検事たちは彼を力でねじ伏せ、絞首刑にしました。最高責任者マッカーサーは後日、本国に帰り、米国議会で東条と日本の弁護をしたのです。日本は国家の土台が真実と誠実であったからこそ、歴史の最も古い国となり得たのではないでしょうか。今こそ日本の真実を世界に証明する時が来ました。それではお知らせです。次回第29回目、3月27日土曜日、毎週土曜日の予定です。東京裁判その17回目、東条英機の証言3回目になります。テーマは東京裁判宣誓供述書。彼が記した証言は金書第1号になりました。不都合な真実だったからです。よろしければチャンネル登録、ご感想いただければ嬉しいです。本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。